徳岡さん、今までの措置大丈夫ですか？大家たち、どうもありがとう。あと声だけ取らしてね。もう黒沢さんというと、作品もですけど、それから行動も、それから体格も日本人離れしてらっしゃるといつも思うんですけどなんかこうご家系に日本人離れしたとこがあったんですか？いやね、あったのかもしれないと、僕も少しそうなってきたんだけど、みんな目が青くなるんですよね。こう80過ぎると目が、でおばさん、親父もそうだったけど、おばさんたちもね、どうしてこんな目してんのかなと思ってたんだけどね、なんか多いんですよ、東北のそっちに。ロシア系なんじゃない、なんか入ってんじゃないかと思うんですよ。そういう顔の人が随分いるんでね、子供の時から不思議だなと思ってたんですけどね、分かりませんよ、どうなってやっぱりお子様の時から圧倒的に背が高かったんですか？いや、そうじゃないんですよ、それが。小学校の時なんかそれほどじゃなかったですね。中学3年になってね、水泳をやってたのよ。そしたらね、急に伸びてね、急にひょろひょろっと伸びたんですけどね、でもひょろひょろだったですよね。ほんで外国行くとね、よくみんなにもっと食べろって、食べないからそんな痩せてるんだってね、随分言われたんですよ。最近ですね、40になってから割と幅が出てきましたけどね。そうですね、若い時のお写真を見るとね、ひょろひょろでしょ。あの洋服なんてね、もうこのぐらいですよ、上着。そのぐらい痩せてましたね。で食べてたんですけどね。子供の時はどんなお子さんだったんですか？すごい泣き虫だったですね。もう泣き虫で有名だったですよ。じゃあスポーツなんかあんまり得意じゃなくて。そうでも親父がね、そういうのをなんとか直そうと思ってね、で真っ白な顔しててね、で日に焼けると小遣いくれるのよ。で水泳をとにかくやれって言われてね、兄貴はずっとうまかったんだけど、兄貴に連れてかれて随分水泳をやらされましたね。それから剣道、随分親父は気にしてたみたいですよ。弱かったんでね。で名前を変えろって言うんですよ、自覚が悪いからって言ってね。で僕は嫌だって言ってね、この名前でとうとう変えなかったけどね、親父はこうしろって言ってね、弱かったからでしょうね、気にしてたらしくて。でも随分確かお兄様はあれ兵庫とするんですか？甲津平定の兵とからなんか随分違いますね、お名前がね。そういえばね、違うんですけどね、兄貴と僕とはねすごく似てるんですよ。でね、徳川さんが言ってたけどね、須田貞明っていう説明者だったんですけどさ、の弟さんかねって会った時、そっくりだねって。でもね、そっくりだけどある意味じゃ全然違うって言うんですよ。で兄さんの方がネガだって、あんたはポシだって。そうですか。一緒に離れているとね、間違えられるんですよ、兄貴に。二人でいるとはっきり違うんですよ。不思議な兄弟だった。寸法も同じだしね。やっぱり背がお高かったんです。でもっとなんか彫りの深い顔しててね、なんか陰影のあるね、随分違いましたね。やっぱりお兄様が弁士をなさったということがやはり映画にお入りになるきっかけとしては大きかったんですか？いや、そういうわけでもないですね。ただ兄貴がこれはぜひ見とけっていうと、随分あれ家系がね、親父が軍人だったんだけど珍しいんですよ、当時。軍人がね、映画なんか見るのは不良だったでしょ、時代。もう盛んに映画見ろって言われて、親父が引率してね、見せられましたけどね。だから小さい時から見てますよ。最初にご覧になった映画の一番記憶はね、よくクオレ、はい。
ね、それからジゴマらしいんですよ。ジゴマね。漠然と覚えてこういうんだっつったら誰かが「それはジゴマだ」なんて言ってましたけどね、その自分からですから、大正の初めですよね。そうですそうです、もう今や黒沢さんの絵は世界中でもう誰しらのものになりましたけど、やっぱりその頃が絵も好きだったんですか？いや、絵描きになるつもりだったんですよ、僕は。で絵の勉強してたんですけどね、であるところまでやったらね、とってもなんか絵では言い切れないものがあるんですよね、絵だけじゃ。それとね、やっぱり才能がないと思ったね、絵に対して。それからね、まず食えない絵では。絵を描き始められたのはいくつぐらいからですか？中学の終わり頃からですね、で最初にすぐ二科展に通っちゃってね、でそれこいらからね、どうも俺はダメなんじゃねえかなと思い出したんですよ、すぐ絵ができちゃうのよね。ところがね、そのセザンヌの何でも梅原さんにしてもだけど、中川さんにしてもいつまでも描いてるでしょ、絵。っていうことはね、その見えてるんですよ、あの人たちには。でそこまで到達しないから一生懸命描いてるんだけど、すぐできちゃうっていうんだ、これはいけねえんじゃねえかと。どこやっぱり画塾とかそういうところへ通われたんですか？いや、あんまり行ってないですね。美術学校も試験受けたけど入る気はさらになかったし、でじゃあ全く我流でほとんど、そうですね。でも今の、セザンヌという話が出ましたけども、やはり印象派、そう後期印象派が流行ってた時代ですからね、その影響が一番多いんじゃないでしょうかね。日本で言えばやっぱり白樺派なんかの影響もうもありました。好きだったですけどね。で不思議な話でね、これ絵描きの時はその絵描いてね、パリで個展開くなんていうのはさ、夢だったわけよ。そしたらその絵描きじゃなくてね、パリで堂々と本手を描いてたらね、そういうことになって、で梅原さんに絵本見てもらったんだけど、要するにね、うまい絵描こうと思ってないわけ今。今はね、自由にそれがいいんじゃないのかしらね、面白いのは。そのうまい絵描こうとはさらに思わないですよ。ただイメージをスタッフに伝えたいしね、自分が描くことによって具体的に全てが具体的に見えなきゃ演出できないわけですよ。だからその勉強にもなるから描いてるだけでね、だからちっともうまい絵描く気はさらんないんですよ。ただこうなったらどうかな、こうなったらどうかなといろいろ考えてね、ただ自由に描いて、材料も行き当たりばったりのもんで勝手に描いてるわけですよ。でもやっぱり早いんですね、お描きになる時。早いですよ、だからロケーションなんか行って帰ってくるでしょ、で僕はもうお風呂嫌いな方ですからね、シャワー浴びてさっとやめちゃう。そうするとメンスタッフがちゃんと風呂をして食堂へ来るまで1時間か1時間半かかりますよね。そんな時こう机に向かってなんとなくチャカチャカっと書いて、明日こんな具合っていうようなことです。だから早いですね。なるほどね、でもそれをやっぱりそのまま作らなきゃなんないスタッフは大変ですね。早くチャカチャカっと書かれたの漢字を掴んでくればいいんでね、漢字をね、でね、僕口下手だしね、うまく言えないんですよ、こんな感じっていうで、スタッフもその方が分かりやすいしね、最初はあんまり書いてなかったんですけどね。じゃあやっぱり若い時はうまく書こうと思ってらしたんですか？思ってたんですね、どうも今考えると、これがいけなかったんだなと今になって気がそれで割合あれですよね、撮影所へお入りになったのはお年を召してからですよね、ある意味で言うとね。そうですよ、一番古かった26ですからね。とそれまでは本当にそれこそ遊んでらしたというか、絵を描いてやってらした。そしたら兄貴が自殺したりなんかして、なんかこれが不思議なんですよ、日本の戸籍だと。兄貴がたくさんいたわけだけど、その長男がいるとそっちへ行くわけでしょ、家計は。でいなかったから、そうすると長男から次男になってっていう具合にで僕のところに来ちゃったんですよ、いわゆる古種というか黒沢家の
超同僚がね、はい、でもうこれそうなったけど何にもしないでね、それまで兄貴んとこ転げ回ったりなんかしてね、まあ、可愛がってもらって小遣いもらってたんだけど、これは何かしなきゃいけないなと思ってたんですよ。だからその時に偶然に PCL のね助監督試験のこの広告が出てたんですよ。でどっかへ就職しなきゃいけないと思って戸籍謄本も用意してたしね、そこへこう出してみたわけ、でそんで不思議な縁でなんとなく映画に入っちゃったんですよ。じゃあでも黒沢さんがおやりになった時が第1回の助監督試験募集ですか？前にももう入ってたんですか？いや第1回じゃないですかね、PCL としては。で間もなく PCL は東宝とかあったりするんです。そうだからこれから大きくなるためにね、やったんですよね。その時の試験官が山さんだったわけ。山本梶郎さんですか？委員長がね。でこうすごく話があってね、でなんか話し込んじゃって、その辺が縁でしょうね。そうですか。でそれまでにもう山本梶郎という名前はご存知だったんですか？いや知らない全然。第一ねこの撮影所はねこれ千葉県にあるとばっかり僕は思ってたんですよ。と写真見るとね、芦の木みたいなのが生えてるでしょ、今あんまりはっきりしてないけど、芝生に、だからなんか海岸だと思ってたんですよ。だからね新宿から乗ってこいっていうわけよ。でそれでもまだ千葉県だとばっかり思ってた僕は。で帰りにね、山さんがここからバスが渋谷出ますよ、それ乗って帰った方が早く着くからなんて言われてたんで、それでも変だなバスでね、千葉県じゃないのかなと思ってた。そのぐらいぼんやりしてたんですよ。だからよく調べたら全然違うんですけど。じゃあ山本梶郎さんの名前も知らないし、その頃 PCL がどういう映画を作ってたのもほとんど知らない。でもそれまでにはあれですか、さっきのそのジゴマという話がありましたけど、やはり印象に残ってる映画ってのがございました？たくさんありますね。例えばまあ一番印象に残ったのはラルーだね。アベルガンスの。映画っていいもんだなと思ったのが、まあ他にたくさんありますよ、ありますけどね、一番これ兄貴に見ろって言われて見たんだけど、これはすごい映画ってすごいもんだな。アベルガンスですね、まあいろいろ他にありますけどね、一番映画ってすごく魅力があるなと思ったのは。それは何ですか？映像ですか？サイレントですね、もちろんその映画は。そうですね。でも、ところどころこうある機関士の一生を書いてるわけですけどね、そのキーポイントにこう機関車が出てくるんですよ。で車輪がね、あれラルーテでは鉄路の白バラってやつですね、日本語に訳してあると。はい、ああそうですか。でやはりこれはまた絵と違う別の表現だと。小説をお書きになろうとはならなかったんですか？いやこれはね全然ないんですよ、ね。でね川口松太郎が「黒さん」って「黒さん小説書いてたら随分こうお金持ちになってるよ」って「地なりよ」ってのは金にならないけどね。山本梶郎さんと本当にその試験の時にお会いになってってのは面白いですね、それはね。そうなんですよ。で第1回作品につきましてね、最初じゃこう名前あげるのは全然つまんないんですよ、でもやめるって言ったら、友達がみんな止めてくれてね、こういう監督こういう監督だけじゃないからって言って、その次に山さんのとこについて、それっきり山さんのとこにつきっぱなしですよ。他へはほとんど奈良さんのとこ1回と滝沢さんのとこ1回行ったきりで、あとは全部山さん。その頃はBCL から東宝の助監督というのは何人ぐらいいたんですか？そうですね、30人ぐらいかな、はっきり覚えてないですけど、で割合そういうふうに自由に、例えば黒沢さんの方から山本さんの仕事をしたいと思い、また山本さんも黒沢を使いたいということになればやっぱり自由になった。それはね最初は新しい会社でしょ、BCL っていうのはフォートケミカルラボラトリーで、発生映画の研究してたとこだから、それが映画を取り出して鴨さんなんかがね、ただの凡人だなんかやるで、だから本式に映画を作り出そうと
してからは、まあ、東宝になるまでね。だからそれまでその他の会社からの助監督さんをあれしてましたよね。でそれじゃとても足りないし、新しい人育てなきゃならないっていうんで、そういう試験制度を取り出したわけですからね。だから随分ね、その助監督を大切にした会社ですね。だから幹部候補生システムって言ってね、その兵学校なんですよ、助監督は。だから他のパートの人も全部取ってるわけ。兵科、例えば海軍でいうと砲術家とか、いろいろあるでしょ。要するにだから撮影部とかいろいろ。兵学校は別でしょ。その将校になって、教育の仕方は違うわけでしょ。だからそれを随分気にしてましたね。だからその兵学校式の教育を、だから各パートを全部やらされて、現像までやらされて、で全部こうずっと回ってなきゃいけないようなシステムを取ってたし、でとっても大切にしてましたね。その各パートを回るのは半年ぐらいは回ったんですか？少しずつね。僕もじゃあキャメラも担いだりなかった？キャメラはねあんまりやらなかったけど、例えば大道具だとかね、小道具だとか衣装だとか、でこうトンカチぶら下げてましたよ、一時は。でそれから現像は生かされたり。でも撮影所に入った時にはもうとにかく今は助監督で入るけど、やがて監督するんだと思ってらっしゃる。もちろんそうですね。でみんなそう思ってたし、ただそこでね随分いろんな古くから来た古いいわゆる助監督さんをここでやってた人たちが上にいるわけですよ。みんなチーフで、その人たちとね、若いさっちゃんがまあ先頭切ってたな、その先輩として新しかった、でその意見が違うわけね、で一時ね面白いのはね、こういうことを会社が言ったんですよ。アメリカみんな見に行ってね、その向こうの助監督のチーフの助監督っていうのは大変でしょ、向こうは。でセット見てもね、監督が気が付かないからチーフはすぐ分かるんですよ、さっそうとやってるから。でそれ見てきてね、会社の重役たちがその感激してね、あれなきゃいけないと。でからその職業助監督でしょ、みんな。向こうの場合はね。で職業助監督になる気のあるやつはいるかと。でもし職業助監督に徹しようとするのがいたら、その給料も上げるし、そので会社はその募集したわけよ。で僕たちはね、給料上げてくれるならみんな名乗り上げようやと。なんとか監督が言ったってね、監督が助監督から取るようがしょうがないんだからね。なるほど。金もらった方が得じゃないかって。そしたらね、その古い人たちは嫌なんて言うんですよ。順番になりたいわけ。でその2つになってね、随分揉めましたよ。で結局その古い旧派かな、古いからいる助監督さんたちが結局出てっちゃったですね。なんとなく居心地が悪くなって出ちゃって、こっちの方が日本新党みたいなもんで、なんか連合政権みたいなもんだけど、なんかねみんな出てっちゃって、でまた認めないんですよ。その会社としても魅力ないんだね、その人たちが。でさっちゃんがまず最初にトップ切って監督になりましたよ。その次翔ちゃんでしょ。それ以外にその間みんななんか具合悪いかなんか出てっちゃっていなくなっちゃったですけどね。そういう歴史がありますよ。でね、面白いことはね、その東宝の今門入っていくと、向こうのステージのところに大きな看板がね立っててね、チーフ助監督の命令は社長命令に等しいって書いてある、そういう看板が出てたんですよ。だから他のスタッフがねこうむくれてね、これをみんな征服するの大変だったけどね、そのぐらいね随分助監督を大切にしましたね。そういう意味じゃ一つはリベラルであると同時にそういうふうに助監督を大切にしたんですね。とてもその代わりもう
何もかもやらされてましたよね。だから黒澤さんは比較的早くチーフ助監督になられたんですか？もう何年ぐらいで撮撮影所入ってから？3年と経ってなかったんじゃないかな。それが馬ですか？いや馬のの前にもう前からでも全部やらされちゃうわけよ。ロケーションの場合はほとんどロケマネみたいな仕事、はい、会計もやらされるしね、はい、だから全てのパートをこう学んでこうマスターしないとチーフになれなかったから、何でもよく知ってるわけよ。予算からスケジュールから、で現場でのそういう、それから例えば衣装部のことにしても分からんけど、だから悪いなってみんな言ってましたよ。全部よく知ってるから、その内情、その各パートのそういう勉強のさせられ方しましたね。でも出山さんはまず本が書けなきゃ監督なんかなれない、で編集ができなきゃいけないって、そして本も書かされたし、編集は全部すぐやらされましたよね、ずっと。でねこれがねでこれ書かないかと山さんがね持っていく何を節映画みたいなものでもそれからねそういうものを書くでしょ。そうするとねいい金になるんですよ。だいぶチーフの沼の頃なんかはもう大英の本なんかも書いてましたね。でちょうど菊池さんが大英の時ですよ、菊池寛が。はい、でこの人いいから取りなさいなんて言われてね、向こうの重役困ってこの人東宝の人なんですって言ってね。なるほどね。これがねいい金になるんですよ、当時としてはね。いくらだと思います？初任給さあ28円。それは普通の社会に比べてはやっぱり低いですね。低いですか？でね助監督はこう勉強次第では努力次第ではもう大変な高級取りになれると、だから事務系統も取ってるわけよね。事務傾向の方が高いんですよ。この人たちは結局言っても上は分かってる。でそれには高い金を払ってましたね。で努力次第だと。それにしても安かったけどね、ずっとも困ったって記憶はないんですね。でみんな伝票なんですよ。だから食堂からなんか全部伝票で済むんでしょ。だから食べたいだけ食べるわけよね。食べていろんなことするでしょ。と伝票で済んじゃうわけだから、給料になるでしょ。何にも入ってないんですよ、給料に。その伝票だけしか。そうすると全部差し引かれて所長のとこ行ってね、仮伝って言うんだけど、こう書いてくださいって言うと書いてくれる。まあ一月遅れだよ、要するにね。すっから給料もらった時はすっからかんだから、次の月の分をもらってそれでやってるわけですけどね。僕なんか戦後ですけど撮影所入りました頃はなんかもうほとんど家へ帰らずに撮影所の中とかあるいは撮影所の近所の旅館に泊まり込んで、本当に24時間会社で働いてるような感じがありましたけど、黒澤さんの時なんかそうですだから28円っつってもね残業料の方が多いんですよ。残業料が30円以上つきますからね。それからロケーション手当があるでしょ。だから結局は50円近くなってましたね。でもそういう中で、さっきちょっとお話が出ましたけど、よくシナリオをお書きになる時間がありましたね。それはね僕はみんなよく言うんだけどね、忙しくて書けないって言ってもね、1日に1枚は書けるだろうと。で1枚ずつ書いてってごらんって1年経てば365枚できるだろうと、計算では。あれはね書こうとも書けますよ。だから馬の最中でもこう忙しいけど夜飯食ってからね、布団部屋へ電気つけてそこで書いて、主に他の会社の本だけど、そうするとそれ小遣いになるでしょ。
そういうことをやってましたね。その他の会社の本というのはやっぱり注文がちゃんと来たわけですか？それはね映画雑誌に発表なさいましたよねよく。例えばね「ダルマダラのドイツ人」だとか「それ静かなり」とか「雪」だとかそんなものが発表になったから来たわけね、そのおしまいの頃は。その前もしかし山さんがね、山さんが頼まれてでも自分ではとてもやる気もないし、だけどこれ小遣いになるから黒じゃやらないって言って回してくれましたからね。だからなにわ節映画もありますよ、広沢虎蔵の。はあ、それは知りませんね。僕はつい最近ねあるドイツ人のプロデューサーに頼まれましてね「ダルマデラのドイツ人をね映画にならないか」って言うんですよね。で僕読まされましてね、あれとても素敵な本だと思いましたけど、でもまああれは時代だからね、日独三独同盟だったから時代。でも別に軍国主義を賛美してるわけではないし、でもねやっぱりどうも今更っていうところありますね。そうでしょうけどもね、でも非常にあれはね不思議なもんでね、その時に出来損なった本っていうのは後で考えたら絶対映画にならないですね。なんかね、時代がちょっとずれたりなんかしてるんですよ。全部そうどうにもならないいい条件だった時にそれをやってるんで、例えば敵地横断300里だってね、書いた時は立川挺身隊の隊長がロシア大使だったんですよ、陸軍中将になって、でいくらでも協力するって言って、その時はそのハルピンなんかに白衛軍がたくさんいたわけ、コサックもいたし旗もあれば軍服があったんですよ。だからああいうこともできたんでね、立川中将ですね、僕ら名前を覚えてますもんね。それがちょうどねロシア大使になってたんですよね。でいくらでもできるだけ協力するっていう話だったらいいチャンスだったんですよね。で僕育ててくれた森田ってプロデューサー、森田信義さんですか？亡くなる少し前に私は一生で一番大ミステイクを犯してるんですよ。なぜ敵州横断300里をね横断300里を黒さんにやらせなかったのか。第1回作品にね黒さんあれ持ってきたけどね、いきなりあんな大掛かりなものはやらせられないよって、それはそうだけどね、あれはもう一生の私の大ミステイクだって言ってましたけどね。その時しかできなかったでしょうね、おそらく。大体あれは第1回として発想されたものだったんですけど、第1回監督作品として。まああれをやりたいって言ったわけですけどね。ということはやっぱり最初からかなりやはり自分は大きいものをやりたいという気持ちがあったんですか？当時ね昔助監督の時書いてるノートを見たらね、日本映画は動的訓練が必要であるって書いたんで、動的って動く、なんかそれまでなんか収まった傾向のものばっかりだったでしょ、日本映画ってのは。なんかそういうね、もう活劇的なね、そういう方をもっと研究しなきゃいけないっていうことだと思うんですけどね。だからあえてああいうものを書いたんですよ。だから全体の傾向としてね、その松竹映画もそうだし、なんかこう例えば始まりもね、こう上引きがこう遡ってきてどっかに入ってっていうような、だから表門から「こんにちは」って言ってような写真が多いでしょ。でいきなりなんかすごいとこから始まっちゃうっていうような出だしの本っていうのはなかったですよね。そういうのをね、だからいきなり「何この野郎」っていうようなとこから始まる。だからその渦中からね、動的なというかダイナミックというか、あるいは渦中から始まると、なんかそういうことをやってみようかなと思ってたんですけどね。そういうことには何かヒントがあったんですか？いや、それはその外国の映画とね日本の映画と比べてみると、日本の映画はあんまりにもおとなしくて、性的なノスタティックな始まり方をします。始まり方だし、そういう傾向だったですよ全体に。そういう人がいなかったでしょ。まあ山中さんなんかは違いますけどね。だからやっぱりそれは東宝の映画の助監督をしながら、やっぱりそういう不満というか、こういうんじゃないものを作りたいっていうお気持ちがあったんですね。そういうのが自然に溜まってたんでしょうね。しかし不思議ですね。戦後のある時期以後の東宝はですね、僕なんか松竹大船割合さっきの
お話があったように予算とかですね、ロケマネみたいな仕事から現場のお金から何から何までやらされたんですけど、その頃東宝の若い助監督、例えば音痴君あたりと会うとね、もっとなんか職業化してね、ある部分しかやらないような感じがありましたけど、黒沢さんが助監督やられた頃は本当に何もかも結局やらされたんですね。だからそれじゃなきゃいけないって僕言ってるんですよ、なんか変に専門職かなんか知らないけどね、でそうじゃダメなんだと、今あれ戦後システムがちょっと変わったんです変わっよね。たんです、あそこいらから。それまではプロデューサーの指揮下で全部置くみたいな、だからそこいらから要するになんていうの、こう幹部候補生であるっていう会社の考え方はね、そうじゃなくなってきた。もっと商売的にね、なっちゃったから。それはやっぱり大きな問題だったんでしょうね。大きな問題ですよ。それはだからこれから例えば映画会社ってのやっていくとしたら、助監督っていうのはやっぱりそういうつもりで育てなきゃ。そうですね、僕なんかも自分がやっぱり幹部候補生として育てられたと思いますので、非常にそういう感じはしますね。で今黒沢組でもそのおよそおとなしいんだよね、でこう自分の意見述べない、でただ事務的にやってそれじゃダメだって言うんだけどね、なんかを援助ってそういう傾向なんですよね、今全体に。だからもっと僕たちは勝手なこと言ってましたよ、監督に。もう「千ちゃんなんてひどいんだ山さん」っつって「あなたはねシナリオライターでは一流ですよ、しかし監督としてはね二流なんだから」なんて言ってねひでえこと言うなと思って。私たちの意見聞かなきゃダメですよなんて言ってさ、もう山さん笑ってたけどさ、何でも意見取り入れましたね、そういう点じゃ今ちょっとこれじゃダメだな、育たないなと思うね、で黒沢さんがもうだから監督になられるっていうのはもうあの人は監督になるだろうってもう撮影所の世論だったわけですか。そうでしたね、でも黒沢さんもじゃあ俺は第1回はこれでやりたいって、さっきのその敵地横断300里にもお話がありましたけど、なんかそういう感じで菅田さん氏を提案されたんですか。内務省の検閲官にそうか、3本ぐらい潰されていますよ。もっとかな。そうか、その検閲官にまずシナリオをOK させるのが先だったわけですね、監督になる、つまり第1回監督をなさるにあたって、その潰されたシナリオとしては例えばどんなものがあったんですか。森の千一やっていうのとか、サンパギターの花とかいろいろありますよ。それ全部潰されて、それオリジナルですか、全部。でもう恨み骨髄ってしてたね。もうとにかく検閲官っていうのはもうとにかくすごい存在だったね。虎の印を狩るでしょ。その他三四郎の時も、本に書いてあるけども、山さんがちょうどあれ内務省で試験があるんですよ、監督当時監督になったらね。山さんがねちょうど腫瘍があって出られないっておじさんに言ってあるから大丈夫だよって言ったんで、そしたら田坂さんがね、人の名前あげるのよくね、米的だとかね、階段のラブシーンが米的だとかで、ね、それも向こうに検閲官テーブルがこう並んでね、ボーイまで内務省のボーイまでコーヒー飲んでるんですよ、こっちは一人こういう側に座らせられてさ、罪人だよね、で盛んにそういうことを言うんですよ、米的だとかなんだとか。もうたまにかねてね、席蹴って立とうかと思ったの、そしたらねおじさんがスッと立って「おめでとう」って、作品は120点、おめでとうって言って、おじさんがさっと言ってくれたから済んじゃったんですよね。それはシナリオの話ですか。映画の映画になってからだってね延々と5時間も待たしてるんですよ、変なとこでお茶も出ないんでな、でねそのボーイまで内務省のボーイまで試合見てるわけだって、山嵐なんつって廊下で遊んでるんだもん、ひどいもんだったですよ、それは。それは毎回一本作るたびにそういうふうにあるわけですか。幸いねあんまり
負けたら途端に一番最初にアメリカで切ったのは検閲官ですよ、その時やるなと思ったね、それまではもうずっとそういう戦いが続いたわけですよね。そうですよ。だからああいうね役人みたいのがねその後ろにね、ある権力背負うとねもうこれは本当におっかないね、これは実におっかない存在になりますよ、そのむちゃくちゃなんだ言うことは、もう中身というよりもやっぱり自分たちの権力を見せつけたいということでしょうかね。そういう気持ちになっちゃうんじゃない、そんでね虎野を取ったでしょ、虎野はその時はもう検閲官みんなクビになってるはずなんだけどね、来いって言うわけよ、そしたら僕は大体どこ行っても喧嘩するからね、森岩さんがさいつも喧嘩しないようにって僕注意されるんだけど、その時はね「何言ってんだこいつらもうそんな検閲官のね地位なんかもうないのに何言ってんだ」って「大いに行って喧嘩してこい」って言うんですよその時は。なるほど、言ったらねなんだこれはっていうわけ、日本の古典芸能であるね歌舞伎を侮辱してるじゃない、なるほど、ちょっと待ってくださいって、歌舞伎の勧進帳ってのはおのおのあたかを解約してるんですよ、それ知らないですかって言って、僕に言わせれば歌舞伎の勧進帳ってのはおのおのあたかの解約であるんです、で今更ねその勧進帳をさ特にそんでこれでもってむしろその元のおのおのを中心に置いてやってるんでね、決して解約してるわけじゃない、だから若いやつはね「しかしね君つまらんよこんなものは」ってこう言ったんだからねつまらないよね。そうするとしかしつまらんやつがつまらんっていうのは面白いんじゃないですかって、喧嘩よ、そしたら黙っちゃったけどね、そしたらそれでね届けなかったんですよ、GHQ に、でそれを内緒に取ってたっていうことになってねコンデがね、GHQ の検閲官が、これは発表させないっていうことになっちゃって、で森さんもねこっちも手落ちがあったしね、気の毒なことしたけどとにかくもう途中ですよそれ分かったの、でおしまいまで完成してくれと、好きなようにやってくれと、でも大変気の毒なことしたと、で出来上がったらもちろん発表できなかった。その次にコンデに代わってガーキーさんっていうのが来たんですよ、その人が見てねどこが悪いんだって言って、でやりなさいって言うんで吹きることになったんです、まあコンデという人はかなり特別な方だったようですね。まあ左翼ですね、でしょうね、そうですか。やっぱり黒沢さんその頃やっぱ大変喧嘩早かったんですか。会社とも随分喧嘩されました。喧嘩しましたよもう本当に。誰ですかその頃の撮影所の所長責任者っていうのは。最初は森さんいろいろ所長が変わりましたけどね、でも大体やっぱりもう黒沢さんの意思が大体通って全部ご自分の企画でしょ。そうです、僕は将来そういう問題も起こると思ったからね、ではっきりしないでしょ著作権っていうのは、この映画の著作権っていうのはね、今もって、でだから自分で企画を立てて、自分で本書いて自分で演出して自分で編集すりゃ文句ねえだろうと、なんだだからそれ全部押し通してるわけですからね、黒沢さんは監督になられるまでに脚本シナリオってのは何本ぐらい書かれたんですか。膨大な数になりますね。随分書いてますね、本当にさっきも言いましたけどよくその時間がありましたね。それこそ黒沢さん当時からお酒も召し上がったんでしょ。でもね、小遣いなくなると書くわけ、脚本を、
でね、山さんとかもね、山さんと2年ぐらいチーフやってたら、もうほとんど現場にはつかなくていいと、山さん、はい、でこう B 班の時だけ来てくれと、で編集がなんかやってくればいいんでね、まあ、これ来る必要ないっていうんで、だから暇もあったわけですよね。だからでもね、まあ当時だって大した金じゃないけども、大なんか300円ぐらいくれるわけだよね。ああ、それはすごいですね、やっぱり。それでね、みんな連れてってさ、毎日飲んでるわけ。まあ、これはお小遣いはお酒ですか。お酒ですよ。でそれがなくなるとね、こう本書くんですよ。だから酒のために本書いてるようなと。本はどこで書いてらしたんですか。うちでどこでも。でもね、雪なんてのは2000円ですかね。当時の2000円って大金よ。随分あったね、使うのに。雪はなんかのコンクールに当選された情報局のね。だから当時としてはね、300円、静かなりが300円ですよね。で300円って金はなかなか出さなかったですね、その会社では。いかがでしたか。そうやって本を随分お書きになってて、もういっぱいお書きになってて、それでまあ監督としては菅田三四郎は最初ですね、やっぱりお取りになった時に、シナリオと監督、シナリオの仕事と監督の仕事っていうのは違うなと思われるところがありましたですか。僕なんかはね、同じなんでね、自分が監督して自分のものを書いてる感じが。ただね、人に書くでしょ、本を。とね、と思うようなことが起こるんですよ。勘違いしてるんで、ね、監督になってからも随分書かれましたよね、木下さんの肖像だとかね。ここ肝心なシーンでなぜこうやらなかったっていうようなこともありますね。でなぜ木下君かな、なんか、なぜこうやらなかったのって言ったら、だってあそこいらないじゃないって、いやこういう意味でこうだから、すいませんなんて言って、そういうこともありまして、なんかそういうね、やっぱり本書い人に渡すとね、どうも書いてる人とのギャップがあるね。本当には理解できてないとこが。だからやっぱり自分でにタッチしてないとそういうことが起こるんじゃないですかね。ああいう感じ、取り違えというか本が読み取れないっていうのは、あれなんで起こるんでしょうね。まあ人間の違いっていうかな、考え方ね、ついそういうことが起こるんですよ。とんでもない、こんなこと考えられないようなことにしちゃってるとこがあるからね。黒沢さん全然もちろん他の脚本家の本もお取りになってますけど、やっぱりあれ全部手を入れてらっしゃる、ご自分で最終的には。そうです。大勢で書いてる時はどうも多分に一面的になるとこがあったんでね、みんなと一緒にやってるんだけど、結局同じシーンをみんなで書くわけ、一日、で夕方それ回収して、それでこう使えるのは使う、ここのとこ使うって言ってこうやったりするわけですけど、結局は自分でまとめていくわけですからね。今時々思い出すんですけどね、一時は東宝に一流の監督が全部集まったでしょ。で前の芝生でね、みんな車座になって、溝口さん、成瀬さん、山中さん、伊丹さんとか、そういうのぐるっと全部いたわけですからね。でそれが各ステージに入ったわけね。島田さんも来てたけど、だから仕事が終わった後なんて大抵みんなどっかのね、そういう人のステージ行ってずっと見学してましたよね。で島田さんなんかね、僕「コロちゃん」なんつって、もうそろそろ監督になるんだろ、監督になっても徹夜なんかするんじゃないよってあれはね、徹夜なんかするとすぐ働いた気持ちになるけどね、決して結果良くないんだからなんつってね、いろいろそういうことを教えてくれましたよ。あれは本当でも当時京都から来た人は夜じゃないと働かないような人が多くってね。なるほど。あれはもうスタッフたまんないんですよ。
本人は夜にならなきゃね、どうも張り切らない、そういう傾向の人が多くてね。まあ、しかしそういう意味じゃやっぱり撮影所ってのはいいものでしたよね。そういうステージがあって、その空間があって、人が行ったり来たりして、まあそこでまあ企画も生まれたり、まあ喧嘩もあったり、あるいは恋もあったりしたんでしょうけどね。もうほとんどみんな走ってたね、思って出てる連中はね、忙しいから。まあ戦後のある時期東映ではみんな走ってると言われましたけど、当時は東宝も走ってた。走ってましたよ、僕はもう忙しくてね。黒沢さんは結局戦争には全然お行きにならなかったんですか？これはもうガマの油にも書いてあるけど、僕の親父が陸軍の教官だったんですよね、でそれが僕が徴兵検査の検閲官の前に立ったら「黒沢勇さんのご子息ですか?」って言うから「はい」っつったら「お父さん元気ですか?」って言って「はい」っつったら「しかし君は体弱そうだね」っつってね、でこういう体操しろとかね、で何もそのお国のためって言っても兵隊になるだけがお国のためじゃないし、で僕の兄貴は騎兵でもって怪我してるんですよね、でお兄さん気の毒なことですだったら「いやあんたはその兵隊でない方でお国のために尽くしてください」なんて言ってね、で最後のとこ行ったら「あんたは兵役関係ありません」って言うんですよ、でそういう具合にしてくれたわけね、その人が。だから全然何にも、で最後にね点呼もないんですよ、で最後にもう東京の空襲が終わってから終わって横浜のちょうど空襲の日にね点呼があったんですよ。で行ったらね全部バカと片輪みたいな人ばっかりなの、だそういう中入れてくれたんだね、そうでしたか。なんか特別な人のね、もう本当に病心の人、なるほどね。だから助かっちゃったんですけどね、でもみんなはねでもからかってさ「お前寸法背が高すぎるから、服がないから服がないから取らねえんだよ」なんて言ってたけどね、だから全然知らないんですよ。でもお行きになってたらもしかしたら別の映画があったかもしれませんね。いやだからね今にして思うとね、戦争映画っていうのは撮れないねやっぱりね、自信持って撮れないもん、だから本田なんかいるわけでしょ、なるほどね、だからなんかね俺が戦争映画撮るのおかしいみたいな感じがありますよね、事実わからないからね、でもまあ行かなくても平気で撮ってる人もいますけどね。終戦の時東京の空襲とかそういうのではお家が焼けたりはなさらなかった？焼けたんですよ、で恵比寿にいましてね、だからもうそこが焼ける危険があるから、で少しこっちの方に疎開しろっていう会社に言われて、トラック出してくれてね、で堀川のうちが親父がいなくなって堀川のうちが開くはずだったんで、そこへとにかく慌てて移ったらすぐその翌日の晩かなんかに焼けちゃったんですけどね、こっちは大丈夫だったですからね、祖師ヶ谷だとか西条は、もう戦争はなんとなくもう負けると思ってらっしゃいました？思ってたし、これは本田君も言ったとにかく勝ったら大変なことになるっていうことですよ、若蘭地の軍部があれしたら、それはだから一番何が一番あれだったら本田も言ってるけど、勝ったら大変なことになるっていう、もうあの連中がのさばったらね、それじゃあ終戦の日終戦の知らせを聞いた時はもうやっぱりある意味での喜びがありましたですか？どこにいらっしゃったんですか？祖師ヶ谷ですよ、その時ねもうなんか撮影しもう僕たちにはすぐ分かってましたね、会社首脳からいろんなあれが原子爆弾であるとか、そういうのをすぐ会社が通知してくれましたよ、特殊爆弾なんて言った時もね、
で今日おそらくこれで戦争終結するというあれだろうけど、天皇のあれあるから会社で撮影所へ出てきてくれ、で祖師ヶ谷街道をね、ずっと歩いてきたあれ、魚屋の親父だとか八百屋の親父がね、みんな日本刀抜いてこうやって見てるんだよ、なんかすござまじいんですよ、これ大変だな、これどうなるんだろうと。天皇がねあれしてもこれはただで収まるかな。ただね、帰りに通ったらみんなニコニコしてるの。でも表履いて、その時日本人って随分フレキシビリティがあるなと思ったね。あれでもね、天皇がねやれって言ったらやるよあれ。戦争が終わった直後というのはこれからどうなるというふうにお考えになってますか？それはむしろそうじゃなくて GHQ がなんかもう一生懸命復興させようとしてましたからさ。でね、当時はすぐ映画やるっていうあれじゃなくて、川口さんと一幕もので喋るっていう、一幕もの書いたんですよ。それまで日本人は何も喋れなかったわけでしょ。でそれが急に喋り出す話ですよ。でうちは魚屋のうちでね、親父はねすごく東条に入れ込んでてね、親父ばっかり威張ってた、家族が全部親父を吊るし上げる話なんですよ。で全部それまで黙ってたことを全部吐き出す話なの。だからね GHQ からちょっと来いって言ったら、向こうの演劇の専門家がね、この面白いって言って逐一ここはどういう具合にやるつもりだ、ここはどういう具合にやるって、そういう具合に向こうで一生懸命努力しようとしてましたからね。日本の検閲官とはだいぶ違った。全然違うんですよ。もうそれからね、静かなる決闘の時も呼びつけられてね、梅毒の問題なんか取り扱っちゃいけないのかなと思った。そしたらね、そうじゃないんだね。日本人っていうのは梅毒っていうのは大変怖い病気であるっていうと、もう梅毒にかかると諦めちゃう、そういう傾向があると。梅毒だってちゃんと医学的にねちゃんと戦ってあれすれば梅毒は治るんだと、そういうことを盛り込んでもらいたいと。でそのためには専門の医者が、どこそこに来てるから、その医者と相談してくれる。アメリカ人の、でその人がもう逐一話していく、そういうとこがまるで違うんだよ。あれ態度がね、でとにかく映画はすごく尊敬してますからね、映画の仕事っていうのは、今でもそうですよ。日本と外国行けばね、VIP だけどこっち行くと小じだと言うそんなことはありませんけど、確かに僕もそう思います。正直に言って外国行った時の方が尊敬されてると思いますから。これはだって一般が尊敬してるからね、映画人っていうのは。そういう意味ではあれですか、戦後になってやはりそういう、アメリカが力を持ってる、世の中も新しくなっている、そういう中でやっぱり自分の映画あるいは自分の作風みたいなものがやっぱり世の中とやっぱり合うなっていう感じはありましたでしょうか？いや、なんだか分かんないんだけども、なんだってこんなに気に入ってくれるのかなっていう感じですよね。それ不思議なんだ。例えばマーダダイオがね、外国の人には僕理解できないと思ったんだよね。分かんないとこがたくさんあるでしょ。大変なんですよこれが。僕もこの前モントルへ行きましていろいろ話を聞きました。でね、日本人よくもっとよく分かるとこがあるんですね。例えば奥さんが素敵だとかさ、加賀君のさ本当に先生愛してるからね、日本人のこの師弟の関係というものに対する大変な興味があったようですね。だから奥さんがね女の人がね特に奥さんは素晴らしいっつって本当に先生を愛してる実によく分かるとかね、
なんかねって僕はこれあんまりこう向こうの人には分かんないと思って言ったのかと思ったらそうじゃないんですよ。昨日はカーシュなんかが手紙が来てさ、これはあんたの作品の大傑作の一つだって言って、なんかねと思うようなとこがあるんですよね。だから何がね何受けらしかしてるのかね、僕はちょっと分かんないとか、ただこれが一番いいんじゃないですか。その向こうの人に受けようと思って作ってない、それはすぐ分かるんだよね、そういうこれは日本っていう国がこう大変珍しいからね、こういうことを書いたらみんな喜ぶんじゃないか、そういうのはとっても反発するようですね。そうじゃなくて本当に日本人として日本人の問題を一生懸命ただ言えばね、やっぱり同じ人間なんだから各国同じ問題抱えてるわけですからね、だからそれがやっぱり一番いいんじゃないですか。どうもねなんか少し加減するんだよね、でいろいろ聞かれることがあるんですよ。なんか外国で僕の作品が受けるけどなんか特別になんかいやそれをしてないからいいんでね、そんなこと考えたことないって言うんですけど事実そうですね。それをまあ僕今日一番最初にね黒澤さんどっか日本人離れしてらっしゃるということを言ったんですけども、まさにそういうことはでももう昔からそうですよね。特に日本的なものを強調しないし外国にもちろん特別にこれで受けようというようなことはないわけですけども、ですから終戦直後の作品でもやっぱり普通の日本映画とは随分違ったと思いますよね。僕なんか子供の時に拝見しててね、僕はね特に違ってるとは思ってないんだけどね、まあ菅三四郎なんかの時はやっぱりこういうセリフ入れろとかね、やられましたよ。人間の道は中古の道であるなんて、無理やり入れさせられたけどね、しょうがないからね、それはまあ仕方がないですよね。あれですか、僕監督っていうのは大体誰でもね最初はまあ割合こう無我夢中で作ってて、ある時から要するに自分はもうこういう監督なんだというふうに自分で自分を自覚するような、俺はこういう作品を作っていくんだというような時が、そういう発見の時みたいなのがあるような気がするんですけど、黒澤さんのやっぱり戦後でどの作品ぐらいからもう俺は大体この線でどんどん行くんだっていうような感じになったんですかね。まあこれまで教わったものを、なんかこう出してるっていう感じがどうもあったんで、例えば「酔いどれ天使」なんかからなんか急に自由になったっていう感じがあったね。なんか思い切ってねグイグイこう何か書くんでもね、躊躇せずグイグイって書く、なんかあそこいらからそんな気がちょっとしましたけどね、他には別に特にそういうことを考えたこともないし、僕はやっぱり一番考えてることは自然であることね、だからいつも自然な状態で思った通り素直にやってるんでね、特にここはこうしてっていうあれじゃないけども、ただ人間そのものにしてもそうだし、人間関係でも例えばドストエフスキーなんか読んでるとね、もう想像を絶したところまで煮詰めちゃってるでしょ。だからそういうのを昔随分読んでたからね、そういうのが自然に出てきてるんじゃないですか。でもそんなあんな高さまで行ってないけどね、もちろん全然文学じゃなきゃ書けないですよ、あそこまではね、とても。でも白紙なんか撮ったけど、あれ決して成功した作品ではないけども、ああいうのとねこう取り組んで、あれで随分勉強もしたと思いますね、取り組んでみてね、初めてこれは大変なもんだと、こんなもんどうしてやろうなんて思ったんだろうとそうですか。第一肩の上ドストエフスキーが乗っかってるような話ですからね。でね一つあるせっちゃんがなんかいろいろ
あれしてるとこ森正幸の悪地がね、あなた本当はいい人なのに、本当にいい人なのにっていうセリフがあるんですよ。だからせっちゃんがね「黒沢さん私どんな顔したらいい?」って言うんですよ。えって言って、で野村君が「野村君原作持ってきてくれよ」っつって、原作読んだらね、その時ナスターシャはにやりと笑ったって書いてあるんです。でそれは、ね、図星刺されたからね、にやっと笑ったんでしょうね。でもそこまで読んでなかった僕は本読んでた。その時こうせっちゃんがそう言うからね、読んでみたらにやって「せっちゃんにやっと笑ってごらん」っつったんで、そしたらね「相手さ」っつったら「にやっと」っつったらね、森君がびっくりしてね、僕の顔見て「唐沢さんこの演出はすごい、これはすごい」って言ったんだよ。だからいや俺がすごいんじゃない、ドストエフスキーがすごいんだ、そういう具合にね、その実際に特訓で見るとそういうところでびっくりするようなこと書いてるんだよ、あの人たち。だから僕もう戦争と平和なんて好きでもう何十回も読んでんだけど、読むたんびにね、あここは読んでなかったっていうところに出くすんですよ。だから面白いしね、それが文学としてある一つの文章がちょっと書いてあるんだけどね、それが素晴らしいんですよね。それが気が付かないで読み過ごしちゃうってね、大抵、表現がすごいんだね、やっぱり。さっきその人間を極限までそう突き詰めてるとおっしゃいましたけども、まあドストエフスキーなんかもう試験管で実験してるようなもんですからね、あれはね。その人間のある元素と元素をこうぶつけ合わせたりなんかしてるような話ですからね。そういうのを子供の時からもう分からずに読んでたね。黒沢さんあれですか、やっぱりシナリオというかテーマというか作品を発想される時にやっぱり人間を先に発想されますか？それがね、ストーリーよりも人間そうじゃなくてこうただ面白いと思うから始めるんだね。もちろんそうでしょう、はい、だからいろんなこと評価は言うけども、そういうことを考えてやってるわけはないんですよね。だから面白いと思ってる中にそういうことが含まれてるわけなんだろうけどね、だからそういうものがむしろ先にあってそれを書かなきゃいけないっていうことになると見る方はしんどいんじゃない、そうじゃなくて本当に面白いと思うからね、書いてるわけでね、それがその人間に本当に迫っていくことにもなるんじゃないかしら。そこでこう理屈が入ってくるとかえって本当に書けなくなっちゃうんじゃないかしら。そこがとっても難しいところですね。だから面白いと思うことの中にもそういうことが含まれてるというだと思いますよ。本当に面白いから、で面白いなと思って書いてる中にこの人間を描くことになってくるんじゃないですかね。だから一人一人やっぱり何が面白いかと思うそれが違うわけで、黒沢さんには黒沢さんの面白がり方があって、るわけ、その中に言ってみれば、ある人間を極限まで追い詰めるみたいなことが大体いつも入ってるという感じがしますね。ことなんじゃないかと思いますけどね。そのところどうも僕にはよくわかんない。大体その理論的な頭がないんだよ僕には。それは嘘だと思いますけど。いや本当だからそれをね、だからこう具体的にはやれるんですよ、僕は。だけどそれをこうある抽象的なね言葉でこう何を書こうとしたかとか何とかって言われると俺何も書きようがない。具体的にその時どういう顔したとかね、どういうアクションしたとかそういう具体的にはやれるんだけどね。さっきのナスタシャのニヤリみたいなもんですね。脚本を何人かとお書きになることも多かったですよね、ある時期。ああいう時にはやはりあれですか、こう書いてこさしてこれはダメだもうちょっとばっかりというふうになさるんですか？それはひどいんですよ。こうやってみんなに書いてるんですよ、夕方こう集めてね、5時には終わるわけで、ダメだと思ってここだけっていうような、みんな一生懸命同じシーン書くわけだけどね、それ取捨選択していくわけですけど、なんか谷口さんと一緒に書かれた時なんかもう目の前で破るんですって
相手の書いてきたものを。いや時々ひどいなと思うけどね、みんな一生懸命夕方まで書いてるわけでしょ、とこうやってペッとこうやっちゃうからね、その時はもう自然に破れちゃうんですけど。破っちゃうんですよね。別には悪気はないんだけど、別にそれ慣れちゃってるから芝居最初は腹立ったでしょうけどね、おそらく。でそれ破ってから夕食は一緒になさるわけですか。ところがね、ある時ね、必要なのも破っちゃったわけよ。でもう揃えてるとなんか2枚ぐらい抜けてるぞっていうからで、宿屋のかみさんが来てさ、ご飯の支度うるさいって言ったんですよ、僕は。ないからさ。でそれを探すのにそしたら破って捨てたのが見つかった。でこれだこれだっつってそれをつなぎ合わせてこれを書き直してくれよっつって、でこれで今日はっつってってこう開けたらかみさんが板の間にきちっと座って、こっち大変だったわけですよ、その間。悪いことしちゃってね、かみさんのことなんか忘れてたんだけどね、そういうこともありますよ。で人によってはね大変、小栗なんかそういった点じゃ面白いんだけど、すごく将棋がうまいんだよね。大国秀夫さんですか。で小栗の目玉がこう見えないようにしてて、2人がかりでやってもかなわない。で物をこう読む才能っていうのはすごくあるんですよ。だから大変難しいとこなんかね、大変突破してるのは小栗ですね。僕は何かで黒沢さんがお話になった時に、小国はその技術的なことでチームに参加してると世の中は思ってるけど、そうじゃなくてある意味でのその精神的なバックボーンを小国がやってくれてるんだとおっしゃったのを読んで、こういうことを黒沢さんが大事にしてらっしゃるんだと思って痛く感銘を受けましたけども。それだってあの人は武者さんのところの人ですからね、そういう男なんですよ。やっぱりその人間のモラルみたいなことに関してそれもあるし、その読みが深いね、読みが深いね。でこう本書いてあってね、こうちょっと23日他の仕事あるって言って帰ってきてね、お前何してんだお前たちっつって、全然方角間違ってんじゃねえかって、その楽な方へ引っ張り込んじゃダメだよって言うんですよね。つい楽な方へで自分が得手の方へ話引っ張り込んじゃダメと、当然話としてはこっちへ行くべきことこうなっちゃってるじゃないか。そういうことをね的確にあれするとこがあるんですよ。これをすぐ買ってんだけどね。それから隠し通りでの時にね、関所を通るとこあるでしょ。あれね通す側と捨てる側とで分かれてお書きになったというのを聞きました。であれはね1週間ぐらいみんな考えてると、ここの川のいやそこはこうだから通れない通れない。でこれはそんなこと言ったら黒さん通れやしねえじゃねえか、いやそこを通るんだよっつったら、小国は黙ってんのよ。で毎日こうやって最後にね取れるっていうわけ、それがそこなんですよ。わざとその自分が拾ったっていうでしょ、金を仕込んだ薪を、本当は隠すわね、それをこれ見つけたっていう、見て向こうびっくりしてさ、大騒ぎになるでしょ。それ返してくれって言うとさ、うるさいって、外と出てけって言って追い出されるでしょ。あの手を考えたのは小国なんですよ。ああいうのはねなかなか考えつかないよ。そういうことをね小国はそういう難しいところでは考え出すんですよ。とんでもないことをちょっと考えつかないよね、あの場合。隠してるものを見せちゃうわけだからね。全くの逆をいくわけですよね。でもそれは簡単に言えるけどなかなか思いつかない。いや終わってみればね簡単ですよね。逆手なんだけどね、なかなか考えつかないもんですよ、人間って頭凝り固まっちゃうから。そういう意味では黒沢さんはやっぱりライターなりスタッフなりにかなり無理難題を出してこれをやれと。僕はねすごく仕事早いんですよ。みんな遅いと思ってるらしいけどね、
その代わりね、要するに準備期間はたっぷりとっても徹底的に準備するでしょ、スタッフに対しては無理なんだはやっぱりいろいろ出されたと思いますけど、誰に一番出されました？もう無理だ、みんな慣れてるから別に無理なんて思ってないみたいだけどね、さっきお話になったその準備には一番時間をかけるとおっしゃった、その準備でどこのポイント準備ですか？しておけばね、セットでもたもたすることない。だから大抵ね、3時には上がりますよね、定時に始めて、で大体2キャメラだとか3キャメラでガーッと回しちゃうわけでしょ、だからマーダダヨのマーダ会、最初のマーダ会の時はその制作部と助監督は一月予定してた、ワンシーンでね、マーダ会のね長いシーン、それを6日で撮っちゃった、みんなびっくりしたね。要するに最初からおしまいまでワンカットで回しちゃいますからね、例えばお市の薬屋さんがあるでしょ、あれこう長方形の部屋でしょ、とその部屋を、最初こっちから狙うとしますね、これが部屋だとすると、それを3キャメラで撮って最初からおしまいまでやるわけ、お市の薬屋さんで、もう一遍っつって今度はこうレンズとキャメラの位置を少し変えて3度ずつやったんですよ、4箇所で3度ずつでしょ、だから12回いや3本だから9つあるわけです、1つだからここ、祝36、あ、そうですね、いろんなそれをこう膨大なもんですよ、それもうこれ編集が大変だなんて言ったら、それも朝始めて3時頃に終わっちゃったんですけどね、面白くないものをどんどん捨ててっちゃうわけ、こうやって一本一本かけて、ここいらないってここいるっていう具合に、でもそれをだんだんこういいとこだけ残しておいて、いいとこからいいとこへこうつないでいけばいいわけでしょ、でそういう点じゃねすごく早いんですよね。あれですか、例えばそうやってつまりキャメラが具体的に回るまでのリハーサルっていうのは長いんですか？まあでもねそれほど長くもないね。それまでにいろいろ打ち合わせの段階だとある程度こんな具合にっていうことはやってますけど、大体キャメラをこことこことここに据えるということをやってらっしゃるんですね。でなおかつセット入って、いやっていうかこういうことをやるんだってこういう具合にみんなやってくれっていうことを重点的には取る方は向こう関係ないんですよ、取る方はね、でどこでどう取ってるかっていうのは俳優さんには分かんないんですよ、僕のは。だから意識しないから、自然にやるかしょうがないんだよね、だからフルショットのキャメラ3台キャメラになるとするとフルショットで撮ってるのが A キャメラ大抵撮ってるんだけど、それが撮ってて、真ん中の肝心なとこをこう少しパンしたりして撮ってるの、で一つはクローズアップのやつ、例えば先生なら先生、それが一番遠くにいるわけなんですよ、クローズアップ撮ってるやつが。だからやってる人はねもうカメラの意識しようがないわけね、本当にやらなきゃしょうがないのよ、カメラに対してこういうことをしようなんてこと考えてられないし、だからああいうカメラの使い方で僕が一番良かったっていうのは俳優さんがそれを意識しなくなっちゃうとね、本当にやるよかもうしょうがないんですよ、どこからで何をどこで使われるかわからないからね、キャメラをたくさんお使いになるっていうのはもうすでに伝説になりましたけど、あれは確か7人の侍からお始めになったんですね。あれなぜって言うとね、あの雨の時ね、もうすごいぬかるみでしょ、ここで切ってもね繋いだように動けないんですよ、そこからこうぶらせてやってくれって、だからもうしょうがないからね、もう全部3キャメラで撮っちゃおうっていうことになったら、結果がとても面白かったんでね、でそれからやりだしたんです。それから例えば室内劇でも思い切ってそうしようということになった。そういう意味ではあれですか、この
さっきその人間を極限まで深く捉えるというお話がありましたけど、つまり手法の上ではやはりその俳優に不自然な動きをさせないっていうのはやはりリアリズムの思考と言ってもいいですか、つまり作り事じゃないということを大事に。というかもうなんていうのはそのカメラに一番よく映るのは自意識だよね。これは邪魔なんだよ、そうですね。それ自意識なくなすのが一番監督が難しい仕事なんだけど、で俳優さんもでもそういうあのシステムでやってああいうやり方でやってるとね、自然にそれなくなっちゃうんですね。自意識なんか持ってられないんですよ。一番長いのは夢の中のトンネルですけど、あれ16分なんだけど、16分は入らないでしょ。で途中で回れ右っていうとこがあるでしょ。肺のにね電気がついてるんですよ。トンネルの中から出てくる人の顔をねライトの取りようがないから、その肺のにライトがついてて後ろの人の顔を照らしてるわけですよ。それがこう回れ右って言うとライトが出ちゃうでしょ。でその前でもってどうせ切り替えなきゃならないんだから、そこで俺はストップって言うから照明部が飛び出してってそのライトを取れと、それからその間そのマガジン入れ替えろと、でまたスタートって言ったら始めろって、その間兵隊は動いちゃいけないって言って、微動だにしちゃいかんぞって言ってやったんですよ。で16分、そうするところがね、最初それセットやなんかでずっと稽古をして最初20分かかったんだ、それがこうセットの稽古を進めて、それからあそこの本当の現場のトンネルでやってるうちにギューッと詰まってくるわけね。だからこうすごい凝縮した力が出てから良くなるわけね。短くなりますよ絶対やってれば。だこういう具合に例えばカットバックみたいに撮ってるとどうしてもね緩んじゃうのね。どっかに緩みが、それがねそうじゃなくてガラギューッと撮ってるとだんだん凝縮して、箕口さんの作品もそうだと思いますけどね。でその方が迫力があるしね、あれ絶対短くなりますよ。なるほどね。それがいいんじゃないですかね。そうするとそういうふうに凝縮していくとやっぱり現場は結局早くなっちゃうわけですね。早いですよ。だって大体ワンカットですかね、ワンシーン大体ワンカットですからね。もちろん今でもそうですけど、日本映画が特に全盛だった時なんかはもう俳優さんなんかも本当にいい人を日本全体の中からピックアップしてお使いになりましたよね。ああいうつまり俳優を選ぶことなんかに関してはやっぱり普段からいろいろ心配りをしてらしたんですか？それはそうですよね。だから松竹の人がなんかね、河村力さんをうまく使ったりね、日松さんをうまく使ったりしてるでしょ。やっぱり見てていいなと思う人は頭に残ってるわけよね。でそういうのをだからテレビなんかでも割とよく見てますよ。この人はいいと、所君なんかそうだったわけだけどね、そういう具合に割とよく見てますけどね。でもこれはなんかでお話になってるの読んだらもう日本人の顔が変わってしまって、本当にそれこそ昔の侍の役者なんかはもうそれはもう時代劇に立ってはね、これはもう第一さ20歳ってのは昔は本当の大人だったわけでしょ。で明治の時にさ桜桂小室、なんだっけ、木戸光院ですか。要するに維新の志たちってのはみんな20歳そうそうだったんですけど、当時のしかし大臣たちってみんな20代が多いですよね。で今はそうじゃないもんね。だから例えば信長にしても信玄にしたって全部若いわけだけど、今の若い俳優さんにそれをやったってさ、そういう顔はしてないよ。あの当時はあのだけのことをやってたんだから、その年で。義経の字が一つ残ってるけども、その字なんか見るとね、まだ20代でしょ。とってもその字とは思えないぐらいこう老成した字でしょ。だから今の例えば義経と同じだからってね、同い年の人を使うわけにいかないしね。少なくともそのための訓練はしなきゃならないでしょ。
だから大体もう無理だね、昔の人を同じ年代でやるっていうことは。そういうところがとっても難しいですよね、その時代劇を考えるとね。ある時期随分蜘蛛の巣城が、七人の侍です、名前が時代劇をたくさんお作りになる人もいます。もともと日本の時代劇っていうのはたくさんご覧になってたんですか、映画の中で。見てましたね、でもやっぱりああいうものではないものを作ろうと。まあ七人の侍なんて滝沢さんの戦国東電僕ついてたんですよ、入ってすぐですからね、26の時に。で滝沢さんが撮ってと、あれは全部当時は馬は御殿場にたくさんいましたからね、で百姓屋にいたわけで、百姓のエキストラに全部鎧だとかなんか全部預けてやられる。で朝こう富士山に登ってくるよ、スタッフが。でいろんなこう百姓屋からね、その王道を開けてさ、馬引いて出てくるの、鎧着たやつが、いい感じなんだよね。ほんでこう自動車走っていくとみんな集まってこう走って、で現場行くと杉林の中で焚き火してさ、こうやってまさに野節ですよね。そういうものをちっとも取ろうとしないわけ滝沢さんは。決まりきった動きになってしまう、で様式になってしまう。北風があってみんな待たせられてる野節たちがね、馬を風の方に押し向けるんですよね。でこうみんなうなだれてこう、でもこういう雲がこうあっていい感じなんですよね。まさに国を思えば遥かなりって歌の中に出てくるけど、なんかそういう感じね、そういうのをちっとも捕まえようとしないんだな、いつかそういうものを捕まえてみたいなと思ってたんで、その時が一番最初だけどね、なんか常識的な時代劇は撮ってるんだけどね、いいものがあるのにね、なぜそれを撮らねえのかなと思ったんですね、その時。完全に時代劇というとどうしても様式というか型にはまっちゃったわけですよね。それも本当じゃないんだよね、本当にしようとしたら大変ですよね、あんなもんじゃないんで、時代劇ってのは勝手に映画で作ったこう常識の世界から出ようとしないからつまらないんだよね、だから本当に当時は本当にどうだったんだと思ってやったらね、それは大変ですよね、だから七人の侍の百姓面からしてあれ全然違うわけですからね、大抵ここいらまで来てるのこんなでしょ、そのためにこのところが特別なものを使ってあるんですけどね。じゃあ時はカツラも全部新しく作られて作ったんですよ。それ誰かがやっぱりスケッチを描いて。いやそれは山田って徳山の親父は亡くなったけど、あれが熱心で今度はそうするんだと。で前田戦争さんがね画家の前田戦争ちょんまげおかしいって言うんですよ、あんなにこんなとこまで変わるわけないって言ったんで、虎屋の羊羹みたいなのこれついてるのはおかしいよってねでこうなんだって絵描いてでこれ沿ってこうやって塗ってんだからこうなるだろって、でそれを山田智也が聞いててね、随分苦心したんですよね。だからそういうとこからなんかちゃんとやっていかないとね、その新しいあれは出ませんよね、新しい感じっていうのは。だから着るものから何からね全部、あれは前田清尊さんが見てて、お弟子さんがやったんで。ああそうですか、そういうやっぱり全部は一から新しいことをやることを積み重ねてこられたわけですよね。でもうね野節がね、国宝の兜着てたりね、清尊さんに怒られたけど「おいクロちゃんあれ国宝だぜ」ってでもねいいじゃないですかね、話は変わりますけど、黒沢さんは音楽にも大変ご注文が多いというか、自分ではっきりイメージがあってこういうものっていうのを音楽家に提示なさると伺いましたけど、これ初めからそうだったんですか？まあそれほどじゃないけど、早坂っていうのがこの音楽、いわゆる音楽と映画音楽との違うんだと、映画音楽っていうのは特別な分野であるっていうんでね、熱心にやってくれたからああいう具合に進んでいけたわけですけどね、まだまだこれからっていうところで早坂が亡くなっちゃったからね、
残念だったんです。あれからもっと2人でやるべき仕事あったわけだけどね、どうしても音楽家っていうのはその音楽として満足がいくものを要求するけど、映画はそうじゃないんだよね、音楽として欠けてるものがあっても、映像と2つが集まって掛け算になって表現するもんでしょ、ところがどうしてもね、音楽が完全であることを、どうしても求めますよね、音楽家は。どうしてもそれは分かるんですよ。でもそうじゃない、早坂はそうじゃなかったね、だからこういう絵にこう音楽としてはどっかこう抜けててもいいんですよ、ある意味では。その方が効果的な場合もあるでしょう。それがどうしても分かってもらえないところがありますね。早坂さんは初めからそういうことを分かってるんですか？分かってたんです。早坂さんとはどうやってお会いになったんですか、一番最初は。最初はね、早坂はずっといたわけだけど、早坂も頑固だし僕も頑固だしね、会社は2人組ませたら大変だって言うんでさ、なかなか組ませなかったんですよ。で組んだらすごくうまくいったんです。何ですか最初は。一番最初はなんだっけな、素晴らしい日曜日はそうですか。酔いどれかな、酔いどれ天使。天使の音楽やっぱり印象に残ってますよね、とっても。それから結局生き物の記録までですよね。そうです。ということは実際にお仕事になった期間はそんなに長くないわけですよね。でも大変やっぱり、大きな意味が。あんたが今度レーザーディスクに生き物の記録のこと書いてくれたんです。あれとても僕感動してね、あの通りなんだよ。あの時はもう本当にもうあんな親友はいなかったからね、あれ出すともう気違い状態ですよ、火事場取ってる時は。葬式が終わった後でね、もうスタッフ全部へんちくりになってたね、もう愛してたからみんな早坂を、だからなんか異様な感じが出てるよね、あそこに。はい、とってもいいような。なんかでね、テーマ自体がね、早坂君がねある日来てね、もう何にも仕事できないって言うんですよ。なぜって言ったら、いやこんなね水爆これ世の中どうなったらとも何にも仕事に手つかないって言うんでね、よしそれテーマにしてやろうって言ってあれ始めたんですよね、僕書き出したんだけど、だからその途中でね早坂がいいことになったからね、あれだから変なものが出てます、あの作品にね、何とも言えない、異様な状態でしたね、あれ撮ってると。で僕はもうあれについて書けと言われて大変もう困ったんですけども、やっととにかくなんか、発見がありまして、ああいうことを書かせていただいたんですけど、やはり映画の中でこのストーリーだけが映画じゃなくて、やっぱりこうイメージこそが映画なんだっていうのがあれほどはっきり現れてる映画はあんまりないんじゃない。でまた最近のお作りになるものが僕はやっぱりなんか生き物の記録とちょっと似てるような気がして仕方がないと思います。あれやっぱり生き物の記録っていうのは賢さんも言ったけど、もう一遍ね、こうヨーロッパ全世界にもう一遍紹介したいって言ってたんですよ。早すぎるんですよ黒沢さんのやることはって、少し早く出すぎるって言うんですよね。だからあの時は僕の作品で赤字の作品だけなんだよね。みんな見たがらなかったんだね、日本人は嫌なんですよ、現実を直視するのがね。であの時に後で文部大臣になった中村梅吉ってね試合来て「なんだ原水爆が何怖い」って「あんなものはへでもねえ」って言ったんですよね。でそれ新聞に出せっつって僕はね、だから動画は出さなかったけど、スクリーン破いても告訴しないっていうとこだからね、あそこは。することになったらしいけどね、あれ。することになったそうです。みっともないね、あれは。本当に。俺も本当にね、早坂とはもっといろんな実験もしたかったしね。でよく分かってたし、第一ね作品でも全部他の仕事してちゃうんですもん、あの人。映画に打ち込んじゃうからね。早坂さんの場合なんかはあれですか、例えばこういう音楽を入れるという提示が黒沢さんの方にあって、で黒沢さんがそれにいろいろ
でだから大抵ピアノでね最初あれ書くんだけど七人の侍の時は侍のテーマがいるってで信氏のテーマ、菊池雄のテーマと志乃のテーマって、あるわけでしょ。主なとこで侍のテーマ書きましたって言ったらこんなに、多いんですか、たくさん。でこうピアノに乗っけて一つ一つ違う違うって言ったら全部なくなっちゃったの。でこう海賊がこうやっててもう一つつって、紙くずかを破ってやつをこうつないでね、であれを弾いたんですよ。タンタンタンティータン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 ってそれって破いてあったの。でそれ以外にそっから始めるんですよ。だから仕事始めてる途中からもう一生懸命ピアノのデッサン書いて、そうすればね、大体納得いくところへダビングの時はもう納得いきますね。最近ではもう黒沢さんの方からここにはこの音楽みたいに例えばそれねやっぱりね8月のラプソデーの野原みたいに例えばスタッフからも出たんだけど世界のいろんな音楽があるでしょ、その中にここはこういう感じって言ってね、それをコンパクトディスクな何なりで録音したやつをこうラッシュではめて見せるんです、それが素晴らしいって言うんだよね、でその音楽に書いてもらうとこれは音楽家が怒るでもそれに似たようなものを書くとそれ以上にはいきませんよね。いかないんだよね、で感動はないって、でそれは確かにそうなんだけど、書いてもらう必要があるとこがあって書いてもらってとってもいいとこがあるわけですけどね、あるものは例えばタルコスキーみたいにね、この映画の音楽は誰々と、こうバッハならバッハっていう側にの何々よりって書いてばね、それも一つの方法なんですよ。でそれ以外に昔の有名な曲を使うことについてね、イギリスの有名なジョン・ギレット、そういう使い方はどうだろうって言ったら、そういうそれはね問題があるって言うんですよね。ジョン・ギレットは、例えばあるところにね、マーラーがパンと出てたら、マーラーだと思うではねそれはマイナスですっていうわけで、それは確かにそうなんだよね、だから今度マダダヤなんかでビバルディを使ってるけど、ビバルディってたくさん曲があるから特別な人じゃなきゃあの曲知らないでしょ、でそういうものだったらね、そういうビバルディだって思ったりはしないんでしょ、それともう一つ方法があるのはタルコスキーみたいにね、最初に明示しちゃうんですよ、これをこの映画の音楽をこれを使うっていう、それも一つの方法だろうしね、でだから全部ある音楽家に書かせるっていうのは僕ある疑問があるんですよね、書いてもらわなきゃなんないものもありますよ、それもちろんね、そういうことをしても少なくともいいと思うわね、しかしあれですね、その音楽にしてもそれから取り上げられるその原作にしても、例えばシェイクスピアであったり、黒沢さんの場合はやっぱりいつも世界の本当に一番この高いものというか超一流のものというか、そういうものを相手に格闘しようというか、そういうのが終わりのようですけども。別にそんな気持ちは別にないんだけどね、特にそう決まってるわけではないんだけど、でも自然にそういうところで、からね不思議なんですよ。前坂なんかよくびっくりしたけどね、三船がこうなんか打ちのめされて歩いててカッコワルツがいいって言ってね、カッコワルツを録音してね入れてみるとね、編集にピタッと合ってんですよ、この時間どうして計算したんで、それをどっかで計算してんですよね、
何やってもねピタッとくるんですよね。服部さんもなんかびっくりしてたな。どっかでその、時間の芸術でしょ、映画、そう思います。音楽も、だからねピタッとくるんですよ。だからラプソディの嘆きの聖母なんかでもね、なんかで聞いててこの映画のこれしかないなと思ってたんですよね。で事実使ってみたらピタッといくんですよね。であれはバルディもそうだけど僕のところへついてるイタリーの旅館ってビットリオって、それのおじさんなんですよ、あれ演奏してるの。でそのおじさんがいっぺん僕の仕事をやりたいって言ってたんでね、で言ったら喜んで「どうぞ」って言うんで使って。でもとにかくやっぱそういう世界的というかグローバルなものとやっぱり黒沢さんの持ってらっしゃる波長が合うんですよね。どうなのかね、それごく自然なんだけどね。でも不思議なんだろう、これと思ったものがねっていう具合にピタッと長さも合っちゃうんですよね。だからそれどっかで計算してるんでしょうけどね。話は変わりますけど、僕は黒沢さんほとんどもう自分で監督であると同時にもう企画から脚本からプロデューサーでもずっとしてこられたと思うんですけど、やはりプロデューサーとあるいは制作会社との関係でやはりご苦労があった時期も随分あったと思うんですけど、そういうことを少し。そうですね。やっぱりプロダクション作ったのもね、隠し砦でね、もう意外と時間かかっちゃったんですよ。それはもうあとごくわずかを残してね、もう快調に進んだわけ、で最後は富士山のロケーションなんですよね。だからこれは1週間か10日の予定で行ったら100日かかっちゃった、台風が3回来てね、もう御殿場の街は晴れててもロケ地はもういつも雨なんですよ。もう困ったねこれは。で会社は怒るしね、で来ると東京は晴れてるし御殿場へ来ても晴れてるんだよね。藤本も来て何してるじゃあ車に乗って行って現場行ったらもうすごいんですよ。でもねどうも納得しないんですよね。わがまま言ってね、僕が勝手なことしてるみたいに。それはね成瀬さんがよく言ってたよ。よく会社はそういうこと言うけどさ、一番早く撮りたいのは監督だよねって成瀬さんよくそうなんですよ。早く撮りたいのは監督なんですよ。なんかどうしても撮れないから撮らないわけでね。それには理由があるんだけど、その理由がどうも会社には分かんないんですよね。でその後でそのプロダクション作れと。でそしたらプロダクションでね、自分がその金をあれしなきゃダメってことになったらね、頑張らないし適当なところで妥協するだろうと会社は思ったんじゃないかな。でその時に作ったのは悪いやつほどよく眠るんですよ。これもお金がかかりました。かかったんですよそれは。でもプロダクション作ったからってね耳ちくなるなんてみっともないことはしたくないからね、こういう一番難しい写真やってやろうっていうんであれやったわけだけどね。でもやっぱりプロダクションやって本当に権利を主張してね、それを日本だけで外国ともちゃんとやらなきゃなんないけど、これはやっぱりどうしてもやんなきゃいけないことね。日本の映画界の一番弱点はね、なんか会社に所属しててね、映画を撮らさせてもらってるみたいな気持ちでみんな働いてたことなんですよ。そうじゃないんだよ。それで会社を儲けてんだよちゃんとね。でもなんかありがとうなってさ、でもうちっとも契約も何にもしないでさ、こう本当にサラリーマンみたいに働いてたっていうことが間違いのもとなんですよね。それが今溜まっちゃってるわけでしょ。で会社側も今もってわからない。だから働いてる方もわからない。だからパットナムが
新しく映画会社を作ろうっていう時にまず一番最初に日本で教えなきゃなんないのは契約とはどういうものであるかと、そういうことから教えていかなきゃしょうがないっていうぐらいダメなんですよね、日本人は特に。これから本当に映画が伸びていくためにはね、監督の権利だとかね、主張をちゃんとあれするためにもその契約をきちっとしなきゃいけないんですね。そうですね。でそういう点で僕乗り継ぎなんかその契約著作権の弁護士っていないんだからあんたがなってくれって言ってね、今あれしてるけど日本にはいないんですよ。僕はもう弁護士だらけだけどもね。それとまあ僕も戦場のメリークリスマスの時は乗り継ぎさんにやってもらいましたけど、やっぱり金かかるんですよね、弁護士。かかりますよ。それは特にアメリカの弁護士さんってね、この30分なんか大変なんだよ。時間単位で取りますからね。時間単位で取るからね、でもそれだけのことはあるんですよ、でちゃんとあれするから弁護士も儲けるけど、こっちが儲かんなきゃ向こうも儲かんないわけでね、早い話。そうすると例えばあれですか、7人の侍なんかの場合はもちろんご自分の権利と同時に他の脚本家の権利なんかももちろんそうだから代表して取って渡してるからみんなそれで助かってるわけ、小木なんかそれで食ってるわけでしょ、だからそのためにもね、なるだけその再映画化なんかでもね、やってやんないとさ、今何にも仕事がなくて困ってる人いるからね、そうすると売ればその中からそのナニオライターの権利の金を渡せるわけでしょ。最近の作品なんかはやっぱり例えばそうだな、今度の、まあ例えばだったら大映ですよね。大映と黒沢プロダクションで終わりになって、それがやっぱり海外へ売れた場合にもちろん黒沢プロダクションにもお金が入るようになってるんですね。それ全部細かくやってますしさ、いろんなとこからあれ金出してるからね、でも社長の久夫さんは大変ですね。大変なんですよ。だからいろいろご苦労伺いましたけど、親父仕事してくれないのが一番いいんだって仕事になるとあれは大変なんだよって言って、いつも僕が言ってるでしょ、映画っていうのはその世界の広場みたいなもんでさ、スクリーンを見てね、いろんな国の人の生活を見てね、その国の人の気持ちになって一生懸命そこで一緒に泣いたりね、笑ったり怒ったり、で本当にお互いに理解していくんでね、こんなにしかし本当はその政治的にもね、大切なあれはないんですよ、手法は。だからまずね、その映画っていうものがね本気に立ち直って昔の隆盛をあれするためにはね、政治だね、政治がもっと大切にしなきゃダメよね、まあフランスなんか大切にしてるけどそれでもダメなわけでしょ。比較的大切にしてますけどね、みんな各国、政治家が実に関心持ってますよね、でみんなよく見てますよ、どうすればいいと思われますか、今本当に日本の映画の状況、あるいはまあ映画人にですねおっしゃりたいことがあったらぜひお聞かせ願いたいんですが。まずもっとやっぱり自信持つ必要があるよね、自分のやってる仕事にね。でやっぱりちゃんと権利を主張しなきゃ、そういうとこからも来てると思いますよ。で本当に作りたいってものはやっぱり作るべきだと思うんですよね。だからこれはジョン・ギレットに言われたんですけどね、いっぺん話したかもしれないけど、ある時期日本はその大変な監督が独立して何十年代かのいい作品がずらっと揃ったって、あんなことは世界でないんだけど、あれはなぜあんなことになったのかと、なぜああいうことが起こり得たのかっていう、それについてね、イギリスの国立劇場で、そのお客の前で僕が質問するからそれについて話してくれって言うから「って質問したんですよ。そういうで僕は何でもないと、その時は監督がやりたいっていうものを黙ってやらせてたんです、あの時は。プロデューサーなんてのもいなくてね、全て監督がやりたいってものを黙ってやらせてたんですよ、
それについて何にも口を挟まなかった、ただそれだけっつったらみんなびっくりしてたけど、本当にそうですよ。黒澤さんが思われるその時期っていうのは大体いつからいつまでですか？だから成瀬さんの全盛時代ね、溝口さんで小津さん、全部みんなあれ作りたい作品しか作ってないよ、あの人たち。まあ会社がこれやってくれっていうものも成瀬さんなんかたくさん取ってるからそういうのもあるかもしれないけど少数ですよね。大体やっぱり成瀬さんがこれをっていうものをやってるし、でところが今はそうじゃないんですよ。大体まあ戦争中を除いて戦前の昭和12、13年頃からそれから戦後の30何年かぐらいまでですかね。そうですね、まあそういうところだね。プロデューサーシステムってのはできてまあ、あれも日本の場合はね、本当のプロデューサーシステムと違う。別にお金自分が作ってるわけじゃない、自分で使ってるわけじゃないから、アメリカのプロデューサーってもう熱心ですよね。自分でお金作るわけですからね。自分のお金かけてるわけだから、それでもないしね。で言いたい金は出すけど口は出さないっていうのは本当なのにさ、金は出さないけど口は出すっていうのがプロデューサーだったんだよね、早い話は。形式的にそれじゃよくならないですよね。で今は特に早い話が営業部がヘゲモニーを取ってるんですよ、もっと映画界の。これは作る側にヘゲモニーがなくていいものができるわけはないでしょ。だからもう今やいわゆる映画会社はほとんど映画を作ってませんもんね。作ってないし、作る才能がないわけですよね。あの人たちじゃない人たちばっかり残ってるわけだからさ。まあ簡単に言うとあの時代にあんだけの人が輩出したってのはそうだと思うんですよね。本当に作りたいっていうものをやらせてたからね、それだけに一つ一つの作品に愛情もこもってるし、でもこれは一番簡単なことだけど案外行われないんですよね。だからみんな本当に作りたいってものを作るべきであってね、でこれをね、例えば今度は少し親父もう少し大衆性のあるなんかこうヒットするようなさ、こう大当たりするのそんなこと言われるとできなくなっちゃうでしょ。久野社長はそうおっしゃってましたね、ちょっとね。そんなこと言ったってお前そんなこと言ったら俺映画なんかできねえよって、作りたいものしかできないんですよ、本当のこと言えば。そう思います。これはもうガンとしてそうなんですよ。でもその中にね、例えば「七人の侍」みたいのもできるしね、用心棒みたいなのもそれは偶然にそういうことになったんでね、それをああいうものって言ったってそれはできるもんじゃないんだよね、困ったことには。映画ってのはああいうものって言ってできるもんじゃないんですよね。あれは不思議なもんです。でね、その問題はむしろ最近僕なんか作ってああいうものがね本当にもっと入ってもらいたいんだよね。昔のお客だったらもっと入ってるね。それ外国で今度切ったけどすごく成績いいんですよね。そう聞いてます。はい。だからそれをね、一番難しいのはね、お客の鑑賞力を高めるっていうのがね、これは大変なことだね。下がるのわけないんですよ。で下げちゃったわけでしょ。で変なものばっかりあるわけだから映画館でそれが映画だと思っちゃってる傾きもあるしね、だからそれをそうじゃなくてね、こういうものが本当の映画なんだっていうの分かる人たちを育てるってことはこれは大変なことだね、難しいね。じゃあ最後に日本の監督、特に若い監督たちとからこれから監督になろう、これはまだいっぱいいるんですよ。いるんだ、分かります。本当に。だからそういう人たちのために一言最後におっしゃってください。苦言でも。僕はだから一番言ってるのはよく僕のところにも来るんだけどね、で監督になりたいって。だから監督になりたいってね、今監督一本の写真撮るのにね大変な金かかるわけですよ、簡単には監督にはなれないしね、それねいろんな修行もしなきゃならないしいろんな経験積まなきゃならないし、そう簡単に監督になれるわけじゃないけど、本当に映画作りたいんだったら脚本を書きなさいと、で脚本だったらわらばんしと鉛筆があれば書けるんだ、
で本当に映画のなんていうの骨格なりね、映画っていうのはどういうものかっていうのを具体的につかむのは脚本リードする以外にないんだから、シナリオを。でそれを言うんですよ、とねそれでも書かないんで、もうしんどいらしいんだよね、だからとね確かにしんどい仕事ですよ、本書くっていうのは。でもねバルザックも言ってるけどね、この小説家にしてもね、何が一番必要だし何が一番肝心かって言ったらね、その一時一時書いていく、その退屈な作業に耐えること、これがまずそれがなきゃだ、それを考えてバルザックの仕事を考えるとね、頭打たれるな、もう我々一生かかっても全部読み切れないようなものをあの人は書いたんだから、実際に。であの人の書き方知ってる？面白いんですよ。汚い字でこう書くでしょ、すぐ印刷に回しちゃうわけ、でねこんな大きな紙にこう1ページこのぐらい、でそれを出てくる印刷したのが来るでしょ、それをこう全部直していくわけ、ほとんど前に書いてあるのがないぐらい、でまたそれ印刷に回すんです。これはいい方法ですね。俺は印刷は大変だろうと思うけど、だからあんだけのもの書けたんだね、あれ。それも一つの秘密かもしれないけどね、やっぱり一番あれはその耐えることですよ。その一つ一つ書いていかなきゃなんだ。200枚なり250枚なりをね、それに耐えられない人が多すぎるね、それ慣れればね、平気で書けるようになるんだけどね、だから本書きにく鉛筆とこうわらばんちがあればいいみたいなので、成瀬さんなんかもね同じ宿屋で本書いてて遊びに行くとね、原稿用紙がこうポンと置いてあって、鉛筆が一つ置いてあるんですよ、でこう話しながらね時々こう持って帰る、で本ができちゃうの、うまい本が、でもね笑い話だけど「ちょっと読んでいいですか?」って言ったら「ふふ」なんつって言ったら「誰と誰の部屋」って書いて「誰と誰何かしてる」って何かしてる。成瀬はねその本でいいわけよ、自分がやるんだから、それを考えてそこで書く必要がないからね、何かしてるって。でもあれはこう癖っていうか平均で書けるようになんないと、退屈な作業が、でその一日黙って朝から座って少なくともね23枚は書けるよ、どうあれしたって。それ積み重ねてきゃね何百枚になるわけでしょ、でそのコツがね分からないんだと思うんですよ、すぐ最初お芝居が早くそこ行きたいと思ったりするからね、だから山へ登る時にね一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ、足元を見て歩けって。みんなそうよ、であれコツ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 上がっていくうちに上行くんでね、上見てたらねくたびれちゃって、それと同じじゃないかしらね。だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そういう苦痛であることを苦痛でないように、それがもう習い性になるように努力しなきゃなんないしね。どうもね大抵投げ出しちゃうんだよね、でね助監督なんか言ってんだ、いっぺんでも本投げ出したらおしまいだぞって言うんですよ。いっぺん投げ出したらね癖がついちゃうの、苦しくなるとそこでやめちゃうんですよ、おしまいまで絶対書けって言うんです。曲がりなりにはね最後までは。途中で苦しくなっていっぺん投げたらもう絶対ダメだぞと、なんか苦しくなっちゃうと投げちゃうんですよね。で今のね人たちはね本読んでない、ロシア文学なんかちゃんと読んでる人いないんじゃないですか。
これはやっぱりそれをやっぱり全部ある程度読んでいかないとね、これはね何にもないとこから出てこないやつだ、だから僕よく想像っていうのは記憶であるって言うんだけどね、そう思いますよ。その中から出てくるんでね、何にもないとこなんか生まれてこやしないのよ。何かいろんな経験があるわけよね、読むんだりなんだり、その実際実生活のあれだったり、何かがなきゃね想像できないでしょ。そういう点でやっぱりまずもっと読むべきですね。絶えず今の小説だっていいけども、それからやっぱりクラシックは一応読むべきだと思うね。だから例えば映画学校なんか作るとしてもそういうことも大切ですよね。そうね、まず読めっていうこと。本当にいいお話をありがとうございました。